材料3つで作れるお豆腐チュロスを作りました。こんにちは、たまごすめれのいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は材料3つでお豆腐チュロスを作りたいと思います。はい、ということで今日はね、チュロスを作っていきたいと思うんですが、たった材料3つで作れるレシピをご紹介していきます。基本的な材料は3つだけでチュロスを作ることができます。お手軽にすごく簡単に作れるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。ホットケーキミックス、絹ごし豆腐、卵、この3つで作っていきます。その他に揚げ油と、あとはトッピングで粉糖やチョコレート、シナモンシュガーをつけたいと思います。はい、それではまずお豆腐ですね。絹ごし豆腐を潰して滑らかにします。もしミキサーとか、あとはフードプロセッサーある方はそちらで細かくね、攪拌すると簡単に作れると思います。泡立て器でやるときはこうやってしっかりと混ぜて、豆腐をね、できるだけ滑らかにします。で、今回のレシピは水切りも必要ないので、すごくね、簡単に作れます。より滑らかにしたい場合はこれをさらにこしましょう。網目が細かいこし器にこの豆腐を入れます。これをこします。で、こうすることでより滑らかなチュロスに仕上がります。はい、こんな感じで一度こすとすごくクリーミーに仕上がります。はい、じゃあちょっとね、こちらに戻します。はい、そうしましたらお豆腐に卵を割り入れます。ほい。で、卵は S サイズか M サイズを利用してください。はい、で、そしたらこれを混ぜます。よく混ぜ合わせましょう。はい、こんな感じで卵とよく混ぜ合わせましょう。はい、そうしましたらホットケーキミックスをふるって加えます。で、これをよく混ぜましょう。はい、このように混ぜます。で、チュロスの生地は結構ね、固めです。で、硬さ的にこのぐらいです。結構ねっとりとした粘度のある固めの生地になれば OK です。で、もしこの時生地が緩い時はホットケーキミックスを加えてください。で、逆に硬くなってしまった時はお豆腐を加えて柔らかくしてください。はい、こんな感じです。はい、で、そうしましたらこちらの100円ショップに売ってる絞り袋の中に生地を入れます。100円ショップの袋を買うとこういう口が付属してついてくるんですが、今回はこちらの星型ですね。このギザギザとなってる、こちらの口を使っていきます。はい、そうしましたら絞り袋をこういうちょっと縦長の筒みたいな容器があればそちらにはめ込んでください。で、この生地を入れます。はい、このように生地をセットしてください。そうしましたらこの生地をクッキングシートの上に絞っていきます。正方形にカットしたら3等分にこう折っていきます。これはね、適当で大丈夫です。この後ぐるぐるチュロスを作るんですけど、その大きさに合わせてクッキングシートをカットします。はい、そうしましたらオーブンシートの上にぐるぐるぐるっと絞っていきます。はい、このようにぐるぐる巻きにします。で、大きさはね、お好みで変えていただいて大丈夫です。これをいくつも作っていきます。はい、こんな感じです。で、これでどんどんね、作っていきます。はい、こんな感じで今ね、大きいのとちょっとちっちゃめの合わせて10個作りました。でね、まだ少し生地が余ってるのでハート型を作りたいと思います。はい、ハート型も同じようにね、はい、絞ります。ハート型はこんな感じに絞ります。ハート型もこんな感じで出来上がりました。で、あとはですね、ちょっと普通の棒状のやつも作りました。全部で18個できました。はい、そうしましたらこちら油で揚げていきます。だいたいフライパンから1センチから2センチぐらいの油を敷いて加熱してください。
160度から180度になったら、目安としてはこういう菜箸を入れた時にこれジュワーっと菜箸からちっちゃい泡の気泡が出れば OK です。オーブンシートごと入れます。こちらの生地側を下に入れます。はい、これでカリッと揚げていきます。揚がってくるとこのクッキングシートが綺麗に剥がれるので心配しないでください。はい、焼き色がついてきたら裏返します。はい、裏返します。はい、オーブンシートと接着面も焼けてくるとスッとこのクッキングシートが剥がれるので、そしたら取り外してください。はい、こちらもスッと剥がします。片面も焼き色がついたら OK です。出来上がったものから揚げていきます。はい、これで油を切っておきましょう。火加減を調整しながらどんどん揚げていきます。はい、焼き色がついたら裏返します。で、お好みの焼き加減にしていただいて大丈夫です。で、接着面も焼けてきたらスッと剥がします。はい、はい、で両面焼けたので取り出します。こんな感じでね、お好みの焼き色にしていただいて大丈夫です。はい、それではどんどん揚げていきます。裏返します。はい、こちらも取り出します。はい、続いてね、ハート型も揚げていきます。揚げます。はい、焼き色がついたら裏返します。結構ね、ハートは早いですね、揚がるのが。はい、でオーブンシートも取ります。はい、揚がったらこちらのハートも取り出します。はい、どんどん揚げていきます。今度ね、こちらの細長いのもね、揚げていきます。はい、こちらも取り出します。はい、そうしましたらトッピングでグラニュー糖と、あとね、シナモンが苦手な方はグラニュー糖だけで OK です。こちらシナモンですね。で、100円ショップとかにシナモンシュガーも売ってるので、それをそのまま使っていただいても大丈夫です。単品のシナモンの時はグラニュー糖と混ぜます。はい、シナモンを加えます。これはお好みの量で OK です。で、これを混ぜます。はい、これでシナモンシュガーの完成です。はい、あとはこちら板チョコを電子レンジで1分ぐらい加熱して溶かしたものです。こちらもトッピングで使っていきたいと思います。で、こんな感じでね、2、3分油を切ります。で、そうしましたらあったかいうちにこちらはシナモンシュガーをつけたいと思います。ポリ袋に先ほど作ったシナモンシュガーを入れます。はい、そしたらチュロスがね、まだ温かいうちにこの中に入れます。はい、はい、で、口を閉じてシャカシャカします。これでまんべんなくまぶしましょう。はい、こんな感じで OK です。はい、こちらがハートのチュロスです。こんな感じに仕上がりました。で、ハートのチュロスにはチョコレートをね、トッピングしたいと思います。で、こちらのチョコレートに半分だけつけます。はい、こんな感じですね。で、こちらもですね。これはお好みで一例としてね、参考にしていただけたらと思います。はい、こんな感じでね、ハートができました。はい、こちらのチュロスには粉糖をかけます。はい、粉糖をかけるとこんな感じに仕上がります。はい、これでお豆腐チュロスの完成です。こんな感じに仕上がってます。はい、今回はグラニュー糖とシナモンパウダーを混ぜてトッピングしました。あとは粉糖とかチョコレートとかね、いろいろトッピングがあるので、お好みでトッピングしてみてください。はい、ということで完成しました。渦巻きチュロスはこんな感じに仕上がってます。はい、ということで早速いただきたいと思います。いただきます。
外側がカリッとしてて中がもちっとしててすっごく美味しいです。やっぱりねチュロスにシナモンってすっごい合いますよね。続きましてこちら粉糖ですね。粉糖もね程よい甘さでね美味しいです。はい、そしてハート型いただきます。どれもね美味しいんですけど、やっぱりね一番チュロスに合うかなって思うのはこのシナモンシュガーがねかなり美味しいです。外側がねすごくサクサクしてて中がもっちりしててめちゃくちゃ美味しいです。はい、ということですごく美味しく仕上がりました。今回のお豆腐チュロスのポイントは豆腐をとにかくねきめ細かく滑らかにすることがポイントです。今回は泡立て器でやったんですけど、ミキサーとかあとフードプロセッサーがある方はそれで攪拌するとより簡単にできるかなと思います。泡立て器でやるときはさらにこすととても滑らかに仕上がるので、生地をねより滑らかにしたい方はお豆腐一度こしてから作るようにしてください。であとはねこういう渦巻きにこうくるくるっと絞っていただいたり、お好きな形で絞ってあとは油で揚げていただけたらと思います。油で揚げる時も最初ねオーブンシートを一緒に揚げても途中でオーブンシートが綺麗に剥がれるのでそのまま入れちゃって大丈夫です。で今回はシナモンシュガーで味付けしたのとあと粉糖、そしてチョコレートでトッピングしました。ぜひ皆さんもねお好みのものでトッピングしていただけたらと思います。はい、ということでねすごく簡単に作れるのでぜひ皆さんも作ってみてください。はい、ということで今日は材料3つで作れるお豆腐チュロスを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしてるのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。